一人暮らし始めてもう5年ぐらい経つんですけど、5年間作り続けた親子丼のレシピを共有します。この動画見たらもうレシピも何も見ず作れるようになるかなと思います。材料、調味料はまずこれで、だしを用意してもらうんやけど、もう何でもいい。めんつゆでもこういう本だし顆粒でもいいし、最悪白だしでもいいって感じで、具材は玉ねぎ、卵、鶏肉、あと料理中に自分が飲む水です。これが一番大事かな。まずは鶏肉を切っていきます。鶏肉の表面を触ると筋っぽかったり、こう軟骨があるような場所があるんで、その辺は一人で食う時は取らなくてもいいし、誰かに作ってあげる時とかは取った方が親切かなと思いますね。で、鶏肉をカットするんやけど、全部に皮を残したままカットすることとサイズ感が大事。皮嫌いな人もいると思うんやけど、皮を残して焼くことで鶏肉の水分が奪われずにちゃんと火を通せるから、皮は残してほしい。鶏肉のカットするサイズなんやけど、小さすぎず大きすぎないサイズがおすすめ。小さすぎるとジューシーさが消えるし、大きすぎると火の通りがちょっと心配なんで、僕はこれぐらいのサイズ感で切ってます。まあこの辺は好みで分けてください。で、切ったらもうそのまますぐに鶏肉を焼くんやけど、こういう風に皮を伸ばしてフライパンの底にくっつけて、まだ火かけてないフライパンに乗せてから焼きます。鶏は火を入れすぎると硬くなるから、皮で熱を加熱しすぎるのを防げるのと、皮の焦げがいい感じについてパリパリになって美味しくなります。で、火加減は中火と弱火の間ぐらいが火通りすぎず柔らかくなるんでいいかな。で、鶏肉焼いてる間時間があるんで、この間に玉ねぎと卵を僕は処理しちゃいます。玉ねぎは4分の1使うな、いつも。玉ねぎの切る向きわかるかな？こう縦になるように、こっちですね。こう切るとつながってこう細く切れるんで、こっち向きです。で、斜めにこうやってやっていくと同じように切れるから、こうやって切ります。まっすぐ包丁入れると変な形で切れるんで、斜めにこう沿ってやってください。玉ねぎの切るサイズは右がちょっと細い、真ん中がいいぐらいで、左やとかなり分厚いですね。なので真ん中ぐらいがおすすめ。玉ねぎはもう切ったそばからフライパンに入れちゃって大丈夫。ほんまは焦げ目つけた方が美味しいけど、この時は忘れてました。で、卵なんやけど、ぐちゃーってこう全部混ぜちゃうんじゃなくて、白身と黄身がこう一体化するんじゃなくて、別々でやった方がなんか楽しいと思うんよ、食感とか。だから最初はこういう風に白身だけ切って、黄身も全然混ざっちゃってもいいし、白身だけこういう風に切って黄身を完全に混ぜすぎないように、これぐらいで置いときます。で、そんなこんなしてると鶏の皮がすごくいい色に焼けていると思います。この焼き色をつけるとめっちゃ美味しくて、ここに出汁が染み込んで超美味しいのと、あと煮た鶏ってやっぱり皮がさブニュブニュするやん。あれあんま好きじゃないから、こうやって焼き色つけるとそのブニュブニュした食感がなくなるし、美味しくなるからめっちゃいい。ここが一番大事な工程かもしれん。そしたら砂糖を大さじ1です。この親子丼はもうレシピとか見てほしくないんで、砂糖大さじ1
みりん大さじ1、醤油も酒も大さじ1です。だからもう分量何も見ずに作ってほしい。これ卵こぼした。やっぱ料理っていかにフットワーク軽く作れるかが結構大事やと思うから、こういうもう大さじ全部1みたいに覚えてやるとめっちゃ楽。もう正直そんな味変わらんからほんまに。ただ醤油の入れすぎだけは気をつけてください。普段はもう1とか言いながら大さじも使わずに測って1って言いながら全部入れてます。てか親子丼って名前つけたやつ結構狂気じみてるよな。今の時代やったらその名前つけたら多分却下されるよな。で次は水を鶏肉がちょっと半分ぐらいまで浸かるぐらいまで入れてください。この辺はまあ結構感覚でいい。その後にめんつゆも入れて、これは小さじ1ずつぐらいで見てほしい。本だしでも一緒で、まずは入れてみて、ちょっと鶏肉にもうちょっと火が通ったら実際に味見してみて、他の具材の量とか水の量とかで味が変わるから、毎回味見してちょっと濃いなって思うぐらいがちょうどいいと思いますね。まあ小さじ2いるかいらんかぐらいかな大体。でだし入れたら鶏肉とかひっくり返しながら、あんまり強火にしすぎずに鶏のジューシーさが消えへんようにゆっくり煮ていきますね。で自分のジューシーさも失わないように水分補給はやってください。こんな感じで鶏肉にも火が通りましたら、僕はここで味を見て薄かったら足すって感じで、まあ最悪濃かったら水足せばいいかと思います。ほんでこっからもう親子丼の命、卵です。ここはね、のの字にこうやって白身だけをお箸で落としていくんですよ。白身の方が固まるのが遅いんよ、黄身より。だから先に白身をいっぱい入れて、これをある程度火を通しておきます。この時鍋底の方から早く火が通るんで、このお箸で上にある火の入ってない卵をこうやってずらしながら下に行くようにやっていくと、まんべんなく均一な火入れができるかなと思ってますね。でドロッとしたのがなくなってきたなと、全体的に固まったなって思ったら、さっきの残りの黄身をこうやってお箸をね、こう斜めじゃなくてこう真下に向くようにこうやってして、全体にこれはまんべんなく、ほんまにまんべんなくやった方が全体的にとろっとするんで、ないとこにこうやって落としながら黄身を入れてってあげてください。でこれ入れ終わったらもう火止めて大丈夫です。残りの余熱で結構トロトロになるんで、もうこのまま火は止めてください。まあ普段やったら買わへん三つ葉を今日は動画のために買いました。ネギとかでも全然いいと思う。でどんどん余熱で火入っていっちゃうんで、まあここのご飯よそってのせるまでは結構スムーズにやった方がトロトロ具合は残るかな。もうめっちゃ美味しそうじゃない？これやっぱ皮がなブニョブニョしひんからいいんよな。これお玉でやった方がいいと思います。つゆだくになりすぎたりもするし、けどめんどくさいからフライパンでこうやってやっちゃう。こんな感じで完成でございます。僕が大好きな親子丼。美しいよな、親子丼ってビジュアルが。実食です。いただきます。超うまそうじゃない？
卵ふわふわやし、やっぱ最初のさ鶏皮を焦がしたから、焦げた鶏皮がさブニブニしへんし、ここになんかだしが染みて、この焦げとだしがめっちゃいい。この皮好きじゃない人も焦がしたら全然いけるかも。自分もあんまブニュブニュした皮好きじゃないけど、これなら全然いける。もうこれはさ、調味料も砂糖、酒、みりん、醤油全部大さじ1やし、もう見んくていい。あれはとりあえず大さじだけ用意して、最初に砂糖を取って砂糖から入れて、あとは液体の調味料全部1入れればいいから。で卵入れる前にだしの濃さだけちゃんと見て、ちょっと味見して、ちょっと濃いなぐらいでやってもらって、最後に卵の白身の方から入れてもらって、後から最後に黄身をかけるぐらいの感じで、そしたら勝手に熱入っていい感じになるから。だからほんまに親子丼作るときはレシピ見てない。なんかやっぱ多少玉ねぎとか材料の量で味はブレるけど、もうこんな動画撮る以外で作るときは何も見ずに、大さじも使わへんし、こう調味料こうやって1とか言いながら全部1ってこう1って同じ長さ言ってる間だけ入れてればさ、分量同じやん。だから1って言ってやってる。ごちそうさまでした。作ったら写真撮ってインスタでメンションしてください。ナイス親子丼って言ってコメントします。